これ AI で作ったミニチュアロボットです。ただ 3D モデルを作っただけではありません。組み立てるとほら、腕も足も首の関節まで動きます。しかもパーツ分けも関節もほとんど自動。手でコツコツモデリングしたわけではありません。今日はこのロボットとお猿さんを動かして遊べるおもちゃに、宇宙飛行士はパーツをはめ込んで一つの完成品に仕上げていきます。こんにちは、東京九段工作ラボです。今回の一番の驚きは、生成 AI を使うことでこういうものがぐっと簡単に作れるようになったことです。AI で 3D モデルは作れても、こんな組み立てられる形にはできませんでした。どこで切るの？どうつなぐの？手作業ではかなり骨の折れる作業でした。それを引き受けてくれるのが1周年を迎えた Hi3D の分割プリントです。モデルを組み立てられるパーツに自動で分けて動かして遊べる形にまで持っていきます。このチャンネルでは Hi3D が登場して間もない頃から何本も動画で紹介してきました。当時からそのまま 3D プリントできるモデルは作られていました。それがこの1年でバージョンアップをたくさん積み重ねて、そして組み立てて動かせるところまで来たわけです。そんな進化が気になる方は概要欄から過去の動画も見てみてください。早速一緒にやっていきましょう。概要欄にあるリンクから Hi3D を開いていきます。今日はロボットの画像を読み込んで 3D モデルを生成していきます。3D モデルが出来上がったらそのまま分割プリント絵です。画像から 3D モデル、そして分割まで一つのワークフローでつながってます。さて分割はパーツ数をテンプレートから選ぶだけです。今回のロボットは6つ、頭、胴、両腕、両足に分かれます。さてどのように分かれたかを見たい場合は画面の下の展開をしてみてください。そうするとちゃんと6つに分かれているのが分かりますよね。ここでジョイントを作成していきましょう。コネクタタイプとしてデフォルトとボールジョイントとダベテールがあります。今回はロボットは組み立てて遊びたいのでボールジョイントを追加していきましょう。パーツが分かれたのでいよいよ印刷していきたいんですけれども、これ一つ一つ部品をビルドプレートに配置していくの面倒だなーって思いません？これをちゃんと解決してくれてます。スマート配置。このボタンを押すと自動的にビルドプレートに配置してくれます。デフォルトの設定ではバンブーラボ H2D に合うようにパーツを全部配置してくれます。後から設定を変えることができます。並べ方も表面の仕上がりを優先するのか、サポートを減らすのか2つから選べます。プリンターも A1 や A1 ミニも選ぶことができます。そしてサイズも変えられます。あとは配置を実行して送るボタンを押すだけです。そうするとサポートやウォールの設定まで作り込まれた状態でバンブースタジオが自動で立ち上がってきます。あとは印刷ボタンを押すだけです。ここまで自動なのはちょっと驚きました。プリントが終わりました。パーツが綺麗に出てきました。ロボットはボールジョイントをはまりました。腕も足も首もほら、こうやってポーズが変えられます。動かして遊べるのはやっぱり楽しいですよね。しかもパーツごとに分かれているので、これ別々の色で印刷して組み合わせるのも楽しそうです。宇宙飛行士はダベテールです。差し込むとカチッと固定されてます。ボールジョイント面白いのでお猿さんも作ってみました。これ全部可動ジョイントでできているので、こういうおもちゃ子供の頃に遊びませんでしたか？私の時代だけかな。ここでやってみて分かったこともお伝えしておきます。関節がはっきり分かれているロボットは割とすんなり通りやすい印象でした。一方で複雑なポーズのものはまだ難しいことがあります。まずは簡単にパーツ分けできそうなものから試してみてください。はまり具合は使う素材によっても変わります。実際もう少しきつめにしたいなと思う場面もありました。その調整の仕方をこの後ご紹介しますね。
このチャンネルでは 3D 生成 AI の最前線のこうしたレビューと 3D プリンターをもっと活用して楽しむ情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録をしておいていただけると、こうした情報をいち早く受け取れます。来月は 3D 生成 AI 初めて使うんだよっていう方に向けて、この Hi3D をもっと使いこなす方法などもお届けしたいと思います。印刷してみるとフィラメントの種類によってはもう少しきつめが良かったかなとか、逆にきつすぎて入らないっていうことがありますよね。その調整どこでやるんだろうって思いませんか？実はこれも Hi3D の中でできます。分割したモデルを開いて接続部のコード設定に進むと Hi3D のスタジオが立ち上がります。ここでコネクターごとにスケールとアセンブリーフィットを変えられます。スケールはコネクターの大きさです。アセンブリーフィットははまり方を緩くするかきつくするかです。きつくしすぎるとはめる分にはいいのですが、外す時にポキッて折れてしまうことがあります。特に PLA は硬くて割れやすいので、きつめのボールジョイントだと抜き差しで折れやすくなります。動かしたり付け外したりする関節には少し粘りのあるペット G の方が安心して使えると思います。逆に動かさずに、飾っておく部分なら PLA でも問題ないかと思います。それと追い込みのコツを一つ。はまり具合を確かめるのに毎回丸ごと印刷しているとすごく時間がかかりますよね。なので確かめたいジョイントのはまり合う2つのパーツだけを取り出して、そこだけ印刷してみます。そうすれば全部印刷してから緩かったとならずに、その部分だけで数値がちょうど良くなるまで何度でも試せます。これは別に生成 AI に限った話ではなくて、この動く継ぎ手を作るとき全般に効くコツです。そうやって追い込めばこの通りはまり具合をきっちり整えられます。こうして見てみると 3D を形にするためだけでなく、全体の流れが Hi3D に一通り揃ってきました。気になった方はまず無料プランから始めてみてください。登録するだけでお気に入りの画像や写真から 3D モデルを作れます。概要欄の専用リンクから新規登録していただけるとボーナスで500クレジットがつきます。これだけあればモデルだったら10いくつは作れる計算かもしれません。分割プリントももう公開されているので、今日から動かして遊ぶおもちゃにもしっかり飾れる完成品にも挑戦できます。 AI で作ったものを実物にするハードルはかなり下がってきています。 Hi3D は1周年を記念したセールも開催中で、サブスクリプションが最大 80% オフになってます。気になってたなーって方は今が一番のタイミングです。詳しいプランや料金は概要欄のリンクから Hi3D のページで確認してみてください。私自身このチャンネルで生成 AI で 3D モデルを作り始めてもう1年半以上になります。仕事では毎日8時間以上は AI に触れてます。その実感で言うと進化のスピードは本当に速いです。気づけば毎日使うものの中に AI が当たり前に入ってきてますよね。3D の世界でも今すごい勢いで進化が来てます。その中からこれは共有したいと思えるものを選んでここでお届けしています。次の進化もできるだけ早くお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をして一緒に楽しんでいきましょう。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価もよろしくお願いします。こんなものを作ってみたいとか、ぜひコメントで教えてください。皆さんからいただいたコメントはすべて読ませていただいています。いつもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。